こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。会社を退職し、無職になって1年が経ちました。今回は仕事が辛くて会社を退職した私の無職1年の現実ということで、この1年で私が直面した現実や大切な気づきを7つお話ししたいと思います。辛かった仕事を思い切って辞めて1年も期間無職になり、ポジティブなこともネガティブなこともいろいろありました。そんな絶賛人生模索中の私のリアルな経験談が、今まさに仕事や人生に悩まれている方にとってより良い方向へ進むための何か小さな考えるきっかけになってくれたら嬉しいです。人生このままでいいのか、そう悩まれている方にこそ見ていただきたい動画になっています。それではスタートです。まずは私のお仕事の状況についてお話しします。私は新卒から7年間勤めたメーカーを昨年退職し、この4月で1年が経ちます。退職理由についてはこちらの動画で詳しくお話ししていますが、ざっくりお話しすると、業務内容が私が苦手とすることが中心で、ただ仕事を続けるだけでもとっても苦しかったこと。そしてそんな状況で我慢して何年も働き続けた結果、心身ともに限界に近づいてしまったこと。これらが決め手となりました。一方で、一体自分はどんな仕事をしたいのか完全に見失ってしまっていたので、退職後も1年間は定職に就かず、キャリアブレイクを設けると決めて、心と体を休めたり、やりたい仕事は何かを模索することに専念していました。結局今日までに特に仕事には就くことはせず、まずは YouTube に力を入れたいと動画更新をマイペースにコツコツ続けてきました。無職1年の現実。一つ目は、退職したことへの後悔は全くないです。退職前は世間体やお金のこと、将来のこと、もういろんなことがとにかく不安で、まさに崖から飛び降りるような気持ちでの退職でした。でも1年経った今、確信を持って言えるのは、あの時辞める選択をして本当に良かったということです。辞めて良かったと思う一番の理由は、元気をまた取り戻すことができた点です。退職するまで原因不明の体調不良にも悩まされていたし、毎日心にもずんと重たさを感じていました。でも退職した翌朝からもう起きたらびっくりするぐらい心が軽くなって、体調不良もいつの間にか治っていたんですよね。友人からも退職してから見違えるぐらい明るくなったとよく言われます。もし辛いという気持ちに蓋をしたままでいたら、いつか心が壊れてしまっていたかもしれません。そして一度壊れてしまった心を回復するまで、もっと辛く長い戦いが続いたはずです。そんな状況に陥る前に自らブレーキをかけれたことは、何よりも自分の未来につながるポジティブな決断だったと今振り返って感じます。元気な心と体さえあれば何度だってやり直せます。これまで生きるために心に蓋をして必死にお金を稼いでいたけれど、自分がどう生きたいかに向き合うために一度立ち止まってみれたことは、間違いなく自分の人生にとって大きな糧となる経験となっています。無職1年の現実。2つ目は、それでもこれでいいのか時々不安になるです。辞めたことを後悔していないなんて堂々と言いつつも、メンタルが下がることはしょっちゅうありました。社会とのつながりを失って孤独を感じたり、ぐうたらしてしまった日には自己嫌悪になったり、どうなるかわからない未来に漠然と不安を感じたり、やっぱり本当にこの選択で良かったのか自分を疑ってしまう日は多いです。あんなに是が非でも手に入れたかった自由な環境が、こんなにも孤独で難しいものだとは思ってもいませんでした。会社員の頃は会社が決めた目標があって、目標に向かって共に頑張る同僚がいて、毎月必ず給料がもらえて、そんな環境が心の安心になっていたことに気づかされました。会社って実は本当に恵まれている環境だったんですよね。今は今日何をするのか、これからどう生きていくか、選択も結果も全てが自己責任です。自由というのが実は一番難しいことなんだと強く感じました。そんな自由だけどすがるものがない環境下で不安な気持ちに飲み込まれそうな時、自分自身に言い聞かせることがあります。それは、不安は新しいことに挑戦している立派な証拠ということです。そもそも
もし自分にできることや現状維持を選択する限り不安になることってないんですよね。つまり不安は新しいことに挑戦している証。だからこそ不安になっている自分をむしろ誇ろうと思うようにしています。不安って悪いものじゃないと思えたら不安な気持ちも少し前向きに受け取れるようになりました。そんな風に心がけてもやっぱりメンタルの浮き沈みって何度でも訪れるんですよね。そこで負の気持ちに飲み込まれないために大切にしている具体的な行動もこれからご紹介したいと思います。無職1年の現実。3つ目はルーティンが持つ大きなパワーに気づかされたです。メンタルを安定させるためにはルーティンもかなり鍵になりました。気合十分でせっかく設けたキャリアブレイク。きっと充実した時間を過ごせるはずなんて思い描いていたのですが、現実は違いました。気分に任せて行動していたらただダラダラするだけで時間があっという間に過ぎてしまったんですよね。今日は何にもできなかったなんてへこむ日も多くって、そんな日は自分に嫌気がさし、ますますやる気と自信を失っていきました。思い出してみると辛かった会社員生活の方が仕事もやりきって YouTube も投稿して自炊もしてと時間がない中で本当に密度が濃く充実した日々を送っていたように思います。朝決まった時間に必ず会社に行かなきゃいけない。定時までに仕事をやりきらなきゃいけない。そんな正直ちょっと嫌だななんて思っていた制約のおかげで毎日生産的で充実した時間を過ごせていたんですよね。バタバタと慌てて適当に身支度していたのも今振り返ればとっても輝いている自分の姿だったように思います。ということでキャリアブレイクというせっかくの貴重な時間を無駄にしないためにも退職した今もできるだけ会社員と同じような時間で行動することを心がけています。基本平日は会社員と同じような時間帯に図書館やカフェに行って机に向かいます。夜更かしはせず早く寝て朝は早く起きて朝活をします。ルーティンを整えるだけでやりたいことに集中して取り組めるし、日中が充実して心も上向きで過ごせるんですよね。正直できない日もあってルーティンを維持する難しさもまた感じています。毎日朝早く起きて出かけてそして早く寝る。そんな暮らしがいかにパワーにあふれているか会社を辞めた今ものすごく実感しています。無職1年の現実。4つ目は人とのつながりの大切さを実感したです。人とのつながりもメンタルを安定させるために大切なことでした。キャリアブレイク期間はおのずと一人でいる時間が増えました。でも家から一歩も出ず人と全く会わなかった日って本当に心が病むんですよね。仕事を一度離れたのも自分の生き方に向き合うためだったけれど、孤独にただ一人で向き合い続けるのは私にとってはただただ精神衛生上本当に良くない行動でした。社会人になってから人とのつながりっていつの間にか希薄になりがちだったけれど、誰かとのつながりって絶対に完全に立ってはいけないんだなと身に染みて感じました。これじゃまずいと思い、退職後も習い事は続けたり、友人と会ったり、人と会う予定はむしろ積極的に持つようにしました。会う約束がない日も図書館に行ったり、カフェに行ったり、外に出ていろんな人の姿を見るだけでも自分が社会の中の一員であることが感じられて心が勝手に前向きになるんですよね。最近は同じようなフリーランス仲間だったり、そのつながりで新たな友人もどんどん増えてたくさんの学びをもらっています。人と会うことでこんな働き方もあるんだ、こんな考え方もあるんだなどなど気づかされることも多くって、そういう意味でも一人で悶々と自分に向き合うだけではなく積極的に外に出るって大切な行動だと思いました。私って結構内向的で正直人といると疲れちゃう、そんなタイプなんだと思っていたんですが、それでもやっぱり人とのつながりって幸せの根源なんだなと日々感じさせられています。会社を辞めてからより一層周りの人への感謝が大きくなっていってます。無職1年の現実。5つ目は人生立ち止まる時があったっていいと思えるようになったです。会社にいた頃の私は定年まで会社員として働き続ける、そんな生き方が正しいことなんだと思っていました。でも一方で生きているために働いているはずなのに働くこと自体が苦しくて生きるのが辛い、そんな矛盾も抱えていました。
このまま定年まで我慢するしかない。人生ってなんて難しいものなんだろうと当時はただただ絶望するしかありませんでしたし、だからといって毎日忙しい日々を乗り越えることで精一杯で、これからどうしようなんて考える余裕も全くありませんでした。そんな状況をとにかく抜け出すために、まるで崖から飛び降りるような気持ちで勇気を出してスタートしたのがこのキャリアブレイク期間でした。この1年たくさん遊び、たくさんの新しい経験をしました。そうやって自分の心に素直に過ごすうちに笑顔でいれる時間も圧倒的に増えてきましたし、いろんな体験や出会いの中に自分がどう生きたいか、どう働きたいかのヒントもたくさん隠れていました。そんな風に過ごすうちに、これまで生きることって難しくて辛いことと思っていた私が、人生って本当は結構楽しいものなのかもと思えるようになってきたんですよね。よく言われる言葉ではありますが、人生って短距離走ではなく長い長い長距離走。過去の私のように心にエネルギーがない状態では走り続けられないですし、走っている道が自分の行きたい方向に向かっていないかもしれません。一度立ち止まってみる時間を持つことは、これからの長い人生ずっと自分らしく走り続けるために、私にとってはものすごく貴重で大切な時間だったと、この1年を振り返って強く感じています。正直再就職できるのかという不安はなくはないです。でもミニマリズムのおかげで暮らしにかかるコストは少ないからこそ、たとえ収入は少なくとも自分の心が苦しくない、そんな仕事も選択肢として考えられていて、なんとかなるでしょう、そんな気持ちでもいられるようになりました。人生ちょっとぐらい休んだって大丈夫、そう思えるようになったおかげで、今は生きることに対してあんまり気負わず、少し肩の荷が下りるような、そんな感覚で日々を過ごしています。無職1年の現実6つ目は、1年間は一瞬で過ぎ去るです。この1年間のキャリアブレイクは本当に一瞬で過ぎてしまいました。会社を辞める前は1年も時間があればきっと自分の人生は大きく変わるはずってどこか期待していたんですが、やっていることは今も1年前とは変わらず YouTube をコツコツ投稿しているだけです。 YouTube 以外にやりたいこともまだ見つかっていなくて、私って一体何を仕事にしたいんだろうと、まだまだ自問自答する日々を送っています。私の性格上かなり慎重すぎるのもあって、新しく何かしようと行動へ移せなかったのもかなり反省です。でも最近よく感じることは、もしかしたらやりたい仕事ってそう簡単に見つかるものじゃなくて、一生かけて探していくものなのかもと思ったりをします。だからやりたい仕事の答えがこの1年で見つからなかったのも当たり前のことなのかもしれません。そんな風に1年があっという間に過ぎてしまった私の今後についてお話しすると、予定していた1年間のキャリアブレイクは終わってしまいましたが、行き先がまだわからない中、まだ焦って無理にどこかのレールに戻る必要はないのかなとも思っていて、またもう少しキャリアブレイク延長戦を過ごしてみようと考えています。今日までの1年は旅や遊びなど新しい体験に挑戦する年だったので、これからはできれば仕事につながる何かに新しくチャレンジしていく期間を過ごせたらと思っています。といっても時間はまたあっという間に過ぎてしまいそうなので、ルーティンをしっかり整えて一日一日を大切に過ごしたいですね。無職1年の現実7つ目は、辛い経験をしたことへの感謝の気持ちが湧いてきたです。この1年を振り返る中で一番強く感じるのが、辛い経験に対する考え方の変化です。生きるために働いているのに働くこと自体が辛い。一体何のために生きているんだろう。絶望していた当時は本当に心は辛かったですが、今考えてみればそんな苦しい経験がきっかけになって、今改めてどう生きたいのか自分の人生に真剣に向き合えているんですよね。もし辛い経験なくなんとなくずっと過ごせてしまっていたら、現状を何も変えることなくただなんとなく生きてしまっていたかもしれません。だから辛い経験って考えを変えれば自分が成長したり人生の転機になる大きなチャンスなんですよね。むしろ怖いのは自分の本当の気持ちから目をそらしてしまうことなんだとも思います。
あの当時は確かに辛かったけれど、だからこそ今日まで勇気を出して行動できたんだと思うと、今は辛い経験と出会えたことに大きな感謝の気持ちが湧いてきています。今まさに過去の私以上に辛い状況の渦中にいる方もたくさんいらっしゃると思います。今はまだ毎日が苦しくて先が見えなくてすごく不安でも、いつか未来から振り返った時、あの辛い経験があったからこそ今の自分があると思える日が必ず来ると私は信じています。苦しい経験はきっと人生の転機に変えられる。だからどうか今の苦しい状況を卑下しないで、苦しさをバネにして乗り越えてほしいなと心から思っています。以上が私が経験した無職1年の現実でした。キャリアブレイクを設けることはメリットもデメリットもありますが、一度きりの人生を後悔なく過ごすために私にとってはとっても貴重な時間になりました。悩みも多いけれど、それ以上に学びも多い時間を過ごすことができています。そして1年間ものキャリアブレイク期間中、お金は大丈夫だったのと疑問が浮かばれる方もいらっしゃるかと思います。結局お金が一番の悩みの種だったりしますよね。ということで次回は無職1年間のリアルなお金事情についてお話できたらなと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。それでは今回動画でちょこっと登場したこちらの可愛いお守り、実は私の手作りなんです。ある YouTuber さんがお守りを作る手織り体験をされている動画を見かけて、あまりの可愛さに私も絶対にやりたいと思い、先日念願かなって行ってきました。体験した場所は浅草にある折波というショップです。置いてある色も色とりどり、テンションが上がります。この中から好きな5色を選んで自分だけのカラーのお守りを作ります。どんな色を選んだら綺麗な柄になるか全く想像がつかなかったのですが、ただただ私が気に入った色を選んでみました。で、今映像を見ながら気づいたんですが、まさに私のクローゼットに並ぶ服と同じような色ばかり選んでいて、これが私の好きな色なんだと今回自覚しました。パタパタと織り機で織る時間は周りの音が聞こえなくなるぐらいとっても夢中になってしまいました。どうですか？なかなかいい感じの色味ですよね。機織りが終わり、お守りの形に縫ってもらっている間に中に入れるお願い事を書きます。幸せに生きるという、これさえ願っときゃ大丈夫でしょうというシート級なお願いを書きました。お守りにつける紐と表に貼るお守りの札もいろんなカラー、いろんな種類から選べちゃいます。ということで完成した世界にたった一つの私のお守りがこちらです。もう想像以上に可愛くて私らしさ抜群の大満足なお守りが完成しました。私とそして視聴者の皆様の幸せを願って本当にとっても楽しい体験になりました。気になる方はぜひぜひ予約して行ってみてください。